おはようございます。画家の小木曽です。今日の動画は今日珍しいですよ。アルシュに描きました。アルシュという水彩紙を買ってまいりまして、アラメですね。アラメを使って、透明水彩を描きました。バン、生物、花を描きました。で鬼講評とかをさせてもらいながら途中たまに言うと思うんですよね。グワとかボワとかワとかでそういったことを実践的に描いた作品です。こういう動画はあんまり再生回数が伸びないことは重々分かっているんですが、こういうことができるできないによってやっぱり本格版みたいな私の動画みたいな仕事ができるかできないかに実はなってきていることに気づいている人というのとそうでない人がいるような感じがするんですね。だからすごい細かい描写をしていくっていうのはもちろん難しいことですけども、まず実はこういうことができるかとか、あと構図をちょっと初めにどういうふうに選んでいきましたっていうことも少しお話をしておこうか、今置きましょうかね。例えば A パターン、B パターン、C パターン、D パターン、ABCD、 今私のが消えましたかね。でこういうふうにいろんなふうに花を設定というかやってみて、でこの中で C パターンを選びました。 C、 こちらですね。でそういったふうに例えば初めに書き出しの段階で選んで、でこれは夜中書いていたんですけども、一回完全に乾かして、また朝から書き出したんですが、花がガラッと変わっていたりしました。グイーンと立ったりですね。でもだから写真ってだいぶ違うじゃないですか。こういったこともできるかできないかというところが結構大事になってきます。だから皆さんの鬼講評で見ていて、そういうこと絵作りみたいなことができる人っていうのは正直2割ぐらいかなっていう感じです。例えば大学の、授業だったら有料か不可、2割の学生が領有修か、あと8割の学生は不可ということで、来年また受講してください、頑張れっていう感じになります。鬼って言われそうですけども、だからちょっとその辺一生懸命こういうのも見てみてください。なぜこういう風になってるのか、できるのか、偶然をどういう風に使うのかとかっていうことももちろん参考に見てください。前振り長くなりましたがどうぞ。それでは解説をしていきたいと思います。2B ぐらいの鉛筆を使って、アルシュ、相当ボコボコしていました。アルシュという、フランスでしょうね。アルシュという紙の水彩紙です。すごく高いです。なんか現地の人に言うと全然現地では安いよということなので、多分輸入してるから高いということなんでしょうね。木炭紙も確か日本で使われている受験の木炭紙なんかもある種だったと思います。だからめちゃくちゃ昔よりこれちょっとね、もうちょっと左から右にちょっと変えたの分かりますかね。こうやって書き出しの段階から変えていきます。実際にこれ見ながら書いています。で、夜中は蛍光灯の光が強くて、朝は自然光の光が強くてっていうことで、かなり状況は変わるんですね。でも絵を作るという上において、相当変えるというか途中で変えました。例えば背景なんかは初めはちょっと明るめにと思ったけど、途中一旦乾いてから暗くドーンとしてみたりとかして、絵なんで別に見る人はそんなねこの条件で描いていたとか知らないわけで、いい絵を描ければいいということで鉛筆でまず下書きを描いていっております。だから木炭紙なんか本当に日本の紙の会社さんが作ったら木炭デッサンで受験の需要はまだちょっとあると思うんで、いつかその木炭デッサンとかで練り消しで消したりします。で、俺多分独占企業やから昔180円ぐらいやった厚口が190円で薄口が170円ぐらいやった記憶あるんですけど、今多分もっと高いんでしょうね。知ってる人今いくらですよって書いてください。多分高なってると思います。日本の製紙メーカーの人ぜひ頑張って
で鉛筆でこうやって下書きをしながら、やっぱり全体見ながら描いてるの分かりますかね。やっぱり部分からじゃなくバランスとか、影の位置とかも、例えば下の空間少し大きく開けて、上の方はちょっと狭めになっているとか、全体のバランスをで徐々に細かく描いていくんですね。だから鬼好評とかで見させてもらったらフリー素材の写真から描いているという人はやっぱ構図がうまくできているんですよ。でも普通にプロとしてやっていくとなると、この構図のとこが一番難しいんですね。で鉛筆もうそれで色をつけ出しました。初めてある種なんで、これファーストタッチですね。ファーストテイクっていうのが流行ってるんですよね。あれでも僕がライブペイントでやってるのまさにファーストテイクですよね。一発で決めてますもんね。で1時間ぐらいでって言うてるからね、なんか似たようなことやってんねんなと思いながら、最近ファーストテイクっていうのが流行ってたりもう遅いですか。おじさんはどんどんネット社会に取り残されてきた人間の一人でございます。でちょっとブルー系というか寒色系で、少し上の方が赤ピンクが中心で、ちょっと脇役的な色ですね。影とかはちょっと紫青寒色系を置いていきました。でやっぱり染み込むというよりもどっちかというとかすれていくという感じで、これはこれで面白いなと思って、あんまり細かく描く粗めなのでラフって書いてありますよね。多分細かいのがスムーズっていう風に書いてあるのかなと思います。これ確かこの20枚入りでいくら1万円ぐらいしたってことは1枚500円ぐらいするってことなのかな。多分1万円ぐらいしたような記憶があります。使ってみやんとわからんのでね、使ってからいろいろ感想を言いたいタイプなのでですね、よく物事聞いてですね、何々これが一番いいって聞いたんですがとか言う人いますけどもね、やってみられたらいいんじゃないかなっていつも思ってます。それぞれに合う合わないってありますもんね。これ多分僕スケッチとか外で描くときとか、ドライブラシみたいなザクッと描く、あんまり水気を多く使わないのには僕には多分適してんちゃうかなと。もう描いてだいたい2分でわかります。さすが2分ぐらいでだいたい感覚でわかりますもんね。で、こうやって背景とつなげるような仕事、今ガラスから外に出ていく。今日はちょっと雑談少なめにしようと思ってますんで、頑張って解説をしていこうと思います。無理やろとテレビの向こう、それぞれのデバイスの向こうで突っ込んでらっしゃるでしょうが、で背景から形を起こすという作業をしたり、形の中ガラスなんていうのはそういうところを描いていったりとかしてますもんね。わかりますかね。外側からポンと決めるとモチーフが明るいものだっていうことを認識できるようになると。でガラスなんかっていうものやと全部輪郭をくくってしまうんじゃなくて、部分で描いたり描かんかったりみたいな。でもこれは背景に関してはやっぱりどうしても自分がいつも撮影をしている場所とモチーフを置く場所がないので、背景があんまりかっこよくはないですが、どう言ったらいいのかな、なんか適当に板をポンと机の上に置いて、その上に置いてモチーフを置いてます。中を描いたり外を描いたり、で画面やっぱり全体を見ながらですね、まだ主役の方に行ってないのは紙の特性をまず見極めているんですね。こういう風に置いたらこうなるなとか、これぐらいの乾きでいくなっていうのを今なんか弾いてますもんね。でちょっと水を多めにしたので、濡らしてグラデーションを作ったりとかいうことをしております。ね、で、緑の葉っぱであるとかを描いていっております。今日卒業式なんや。すみません。今ちょっと外を見たら朝8時25分。なんかスーツ着た男性女性が立っていて、近所の奥様たちですね。そうか、卒業式なんやってね。私はスーツで行くのでしょうか。でちょっとこれはチューリップ、これ庭に咲いていたチューリップですね。ちょっとマゼンだけを入れたんですが、ちょっと色もっとピンクやなと思いながら、どないしたもんかなと、日頃使っていないようなよりピンクっぽい色を後ほど使っていきます。今日もホルベインの30色セットを使用しております。その中にめっちゃピンクっていうのがあります。なんていう名前か、これですね、蛍光色みたいなやつですね。でモチーフの中を描いていったり、これまだ影、チューリップの影で中を若干紫っぽくしていったりとかですね。今年は卒業式あるんですね、小学校とかもね。
ランドセル背負ってる。僕ちょっと目悪いから見えんですけど、あれ小学生でかいお父さんとすみません、雑談になりました。近所を見ながらですごいマゼンダみたいなピンクですね、ボンと置きました。でこれね、受験のテクニックでもあるんですね。受験っていうのは短い時間で書かなあかんので、6時間とか3時間とか、そうすると画面全体から進めていって、途中で終わってしまうと良くないというか、途中に見えてしまったら良くないというので、よく受験では全体を見ながら書きましょうというふうに指導されます。でこういう実際にものを見たり、例えばスケッチなんか行ったりするときはこういうふうに進められることをお勧めします。この動画案外僕個人的にはいいのができたと思うんですが、こういうのに限って視聴回数が伸びないというね、本格版っていうのはやっぱりどうしても伸びるんですね。もちろん撮影には時間かかるんですが、私もね、皆さんのことをね、ひどいこと言うって言われるかもしれませんが、書けへんって思ってますよ。申し訳ないですけどね、背景からポンと書きましたね。でこういうことを実はやってるんですよ。輪郭をぼかしてスフマート立体感を出してみようとか、実はやっていて、これ輪郭を複雑にすることによって輪郭に目がいかなくしてるんですね。輪郭に目がいかなくってどういうこと？輪郭線を複雑にすることによって物の中に目が行きやすくなる。これも中二には分かりにくいな。形が悪いっていうのは、形が見えてしまうから形が悪いわけですよね。で今こうやって外から内から外からってやってると、輪郭線ぐーっとくくったようには見えてこないじゃないですか。だから形がそんなに悪く見えないということなんですよ。わかりますか？わかりますかね、今の話。もう一度言いますよ。輪郭線でくくってしまうと形が見えてきてしまう。でも輪郭をくくらないで、でも花であるガラスであるというのを認識させる程度に、外側内側から形を描いてあげたり、ぼかしたり溶け合ったり、そういうことができるようになると、物の形シルエットというのが見えにくくなる。私たちが日常を過ごしていて、人間の周りに線見えたりしますか？何か物を見ていて周りに線見えたりしますか？ね、輪郭に線はないということをね、分かると思うんですね。ちょっと止めます。ということを認識できていく、そういう書き方というかですね、それが分かるとですね、このようにいい土台ができてきましたよね。全体で画面の四隅まで気を配っているの分かりますかね。分割線みたいな画面の中で分割線、これ8対2とかそういうのはないですけども、6号ぐらいのこれサイズかな。多分インチ計算なんで、向こうの多分フランスサイズとかだから、普通の日本サイズとはちょっと違うかもしれませんもんね。でモチーフの中、まだ乾かないうちにもっと強めておこうかなとかっていう、もっとあれですね、薄く重ねていって、ぐっと暗いとちょっとライブペイントを完全にここで乾燥させております。完全に乾燥。そして霧吹きでちょん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 と水を全体にまぶして、あんまりベタベタにするとハケとかでやると取れてしまうので、霧吹きでやって、何これ、偶然もちょっと使ってみようかなと思いました。写実的に描くというわけではないので、せっかくやったら水彩の美しい、なんていうんですか、にじみとかぼかしとか、これはターコイズブルーみたいな色でしょうか。なんかサビっぽい感じ、銅サビみたいな感じを、僕結構その色好きでそういうサビみたいな色を画面にちょっとまぶしていきました。やっぱカビってあれですよね、美味しいですよね。僕ほんとブルーチーズめちゃくちゃ好きなんですよ。ブルーチーズ、カビとサビは違うんですが、また水でちょっとぼかしました。めちゃくちゃ美味しいですよね。なんかやっぱり人間ってそのギリギリのラインのものっていうのにやっぱり憧れるんですかね。めちゃめちゃアルコール度数高い酒とかね、人の死を紫を入れていきます。何の話？雑談を減らします。偶然をこうやって飛ばしておいても面白いかなと思いました。完全に乾いた後ですね。透明水彩も今ホルベインさんの使ってますけども、固形のパンとかをずっと以前使っていましたが、それでもラウニーとか、あとは何ですっけ、ウィンザー&ニュートンとか、あと何やったかな、何個かあって、やっぱりちょっとずつ違いましたよ。でまた完全にこれで乾かしました。でまた水で霧吹きでやってますよね。
今のはちょっと多分間違いですね。編集ミスですみません。でこうぐーっとちょっとさっきの多分スプレーは多分ミスですみません。関係ないです。でぐっと暗い色を置いて書き込んでいっています。で徐々に書き込みをしていくんですけども、全体のバランスを考えながら今回はやりました。ライブペイントなんかやるときはこの方法でやってるんですよ。要は全体で見ながら途中で終わってもいいようにということで、1時間1時間半で書くってなると、こういうふうに画面全体を見ながら、でこの時にはもうすでにこう朝になっていましたので光が変わっていて、モチーフ見ながら描いていって、ちょっと写真変えときましょうかね。こうね、モチーフのね、こちらの方にしておきますね。で、こっちの方になってます。だから途中で全く違う条件になった。それはそれでいいじゃないかと。でそこでどういうふうに対応しようかなっていうのを考えていきながら、全くそのままモチーフをその見たまま描くわけじゃなくて、印象ですね。印象派みたいなもんでしょうけども、そういうふうにこう途中で変えたりもします。それができるのが絵画の面白さですよね。もうそこでもうあかんとか言うてもしゃあないですもんね。光を戻ってこいとかね、全部真っ暗にして、蛍光灯で描くっていう人ももちろんいるでしょうけども、なんかこういうことも起こるんですよっていうことを、これが公開されている時には僕はサガテレビさんのライブペイントがもう終わっているんで、できているでしょうか。知りませんが、分かりません。で背景をちょっと暗くしていきました。大胆ですね。思い切って言ってますね。この筆は、何の筆ですかって聞かれても、学生が掃除をしていた時に落としていて、誰のって言っても誰も手挙げんかったから、もらうでって言ってもらった筆です。どっかの学校で配られたような筆でしょうけど、案外書きやすくて、でもだいぶ腰がなくなってきました。去年の多分何月頃からかこいつをヘビーローテーションで使いまくっていたので、腰がなくなっていきます。そういうもんですよね。どうしてもね、筆っていうのはやっぱ動物の毛とか、ナイロンにしても、例えばナイロンの、洋服なんかも何回も着てると、すごいお気に入りのやつを中心に着てるとしなしなになってベロベロになってますもんね。昭和の小学生とかの T シャツみたいになってますもんね。昭和の小学生の T シャツとかすごかったじゃないですか。襟元ベロンベロンでもね、着ても、今そういう子いませんもんね。豊かになったんでしょうね。お金ないという方もおられても、最低限みすぼらしくないような服を与えれるような環境に、そしてちょっとずつ書き込んでいっています。全体を見ながら、偶然も使いながら、途中で予定を変更することもあっていいと思うんですね。でこれどれが主役なのと言われたら困るんですが、一応チューリップにしようかなと思ったんですが、ちょっと画面の端すぎて難しくなったんで、真ん中あたりにしようかなと思ったんですが、これもなんか次の日花の形が違ったんで、どうしようかなと思って、右下のガーベラにしようかなと思ったんですが、そういうわけでもないような絵になってしまったという感じですけども、全体を通して引きで見たら、綺麗な絵ができたというのが私個人的な感想であります。ほら、背景からまた全然もう予定変えましたね、ガッとね。こういうことがあってもいいと思うんですね。だからバランスよく今回は水彩絵の具の面白さ、色の美しさ、花の美しさをどういうふうにいかに出していくかということを途中で今グッと置いて、で水で多めのでグラデーションをつけて、これはできる人がもうちょっと上手に見える秘訣ですよ。暗く置いてグラデーションをつける。今ね、丁寧に作っていってます。左の方にコバルトグリーンみたいな、ターコイズブルーみたいな色を入れることによってね、ぐっと引き締まったりしますよね。ちょっとこれ白も入れていきました。ちょん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 と白で描いたりもしていきます。なんかある種のこのやっぱりブロック式の紙なのでベコッとなります。いつも僕はボードに書いているので、白を飛ばしていったりとかしてますね。これ塩巻いてます。塩ね、魔物よけじゃないですよ。邪気払いではないです。塩ポンポン巻いて、水をもうちょっとシュッシュッとしておくと、これで完全に乾くと、塩が水気を吸ってくれて、なんていうんですか、星のように点々となってないですが、右の方は特になってますよね。なんか
こういう偶然も入れて、これね、何かっていうとね、あれですよ。激落ちくんです。100円ショップとかにも売ってるような激落ちくんに水つけてググッとやると拭き取れます。これはなんとなく紙が、強い紙やなっていう、ラフって書いてあるし、粗めで、多分強い紙やなと思ったんで、こういうことできるんちゃうかなと思って、少しこういう風に拭き取ってみたりもしました。あんまりやりすぎるのもどうなのか、まだそこまでは、多分私が動画作ってきた中で初めてやるんじゃないですか。私も初めてやりましたから、こうやってね、抜き取ったり、おそらくなんかこう光とか太陽が向こうから差しているとか、その周りとかを明るくふわっとぼかしたいとかいう時はこういうのを使われたりするんじゃないかなと思いました。で最終的にはまたこの250円の筆、どこで買ったか拾ってきたか分かりませんがね、生活のね厳しい方ね、こういうふうにどこかで拾ってくることは難しいですがねなんかね、筆の再利用法みたいなんで助かりますって言われました。そうですね、本当にもうね、捨てんのもったいないけども使えへんっていう筆ありますもんね。でも何かちょっとこう頑張って使われたら、腰を戻す方法どうすればいいんですか？リアップかなんかつけとけばいいんですか？なんかこうね、髪の毛のこう元気に腰になるリアップね、リンスで洗うと腰が戻るよとかいろいろ昔言われたんですけど、そんなことはない気がしますもんね。でちょっとこう本当にこう中学生男子の寝癖羨ましいですよね。当時はもうね必死で朝起きてもう髪びっちょびちょにして直して学校行ってもまたビコーンで立ってましたが、もう年を取ると皆さんね、無理でしょ。私も同じですよ。でぐっと最後ディティールをこう書いていきました。もっと全体的にラフに描いてもよかったかなっていう今ちょっと反省してるんですね。だからちょっとそういう、絵ももう少し描けるように自分自身もなっていけたらなというふうに思っていってます。もっともっとラフにふわーっても引きで見たらなんかこんな感じなんやなって見えるような絵がいつか描けるようになればなというふうに、思いながら水彩を使ってます。逆にすごい写実的に描いたりもします。変なおじさんですよね本当に。志村けんさんが亡くなられて1年ぐらい経つのかな、これ公開されてですね。変なおじさん。私なんかこんなベラベラ喋ってると大学の先生らしくないとか言われますけどね。大学の先生面白い人多いですよ。変わった人多いですよ。ただ外に出てないというだけでね、テレビとかとなんかこうね解説とかされてる時は真面目にされてますが、飲み屋とか行ったらやっぱり見識が深い人が多いのでいろんなこと知ってますので、やっぱ面白かったりしますよ。ね、言われたりもしますもんね。でちょっとずつ最後完成に向けて描いていきました。なんか動画見ていたらすごくね色が綺麗な絵ができたなと思いますし、自分なりには水彩らしい水彩の絵ができたかなと思います。今年はちょっとですねちびっこもいてなかなか庭に花をたくさん植えたりできなかったんですけどもね、また植えたりできたらなと思います。ミモザの木があったんですね。めちゃくちゃ綺麗に剪定していたんですが、それが昨年の台風で倒れてしまい非常に悲しい思いがあります。今なぜかイチジクを育てております。そんなとこで完成といたしました。おまけでちょっと振り返ってみましょう。2分30秒ほどです。全体鉛筆を 2B ぐらいで描いて、もうちょっと右にずらしてみましたよ。全体を鉛筆 2B で軽めに描いて、ある種の厚い、紙はこんな塩梅かというのを確認しながら練り消しで消しながらちょっとずつディティールを描いていって、全体をちょっと色を塗ってみまして、どんな感じかのザラザラしとるなという感じで弾いてるけど、それをうまく利用しながら
形は外から内から外から内からまずこの辺を描いていって、外にバンと出ていく部分、外側からドンとガーベラを見せてあげようというブルー系で描きながら、細かい部分をちょんちょんちょんと描きながら外側からまた描いていって、内側のチューリップをボンと描いてみたけど、ちょっとピンク色が鮮やかさがちょっと弱いからマゼンダみたいなスーパーピンクを入れてみました。全体を見ながら描いていって、細かいディティールグッと決めたり、ワッとしたりグワグワっとしたりボワッとしたり、全体をこういう風に描いて、一旦この辺りで乾かすんじゃないかまだか、全体をこのように描いていって、ちょこちょこ黄色系も入りながらですね、描いていっております。この辺で一旦まだ乾かさない、完全に乾かしました。スプレーでペペペってして水をペペペッとこうカビかサビかシュシュシュ水でまたぼかしてシュシュシュ全体に飛ばしてシュシュシュ偶然なんかを使ってみて、画面の端まで意識して完全に乾かしました。またチン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 と書いていて、でふわーっとぼかしたり、光が逆になっていましたが、朝の光ですが、もうそれはそれで面白いと思って、また書き進めながら背景を暗くしていこうかなとちょっと考えたりもしながら、ちょんと細かい部分も描きつつ全体を見ながらですね、どんどん描いていっています。色が綺麗にならんかなと思いながら描いて、いつあなたは呼吸をしているんですか、してません。苦しいです。2分30秒は無理です。外側からボンと決めて、鮮やかなグリーンとかも入れながら白をバンバンと走りましょう。塩を飛ばしました。完全に乾かした塩がビューッとなりました。これなんだっけ、激落ち込んでやりました。というふうに書いていきました。ご視聴ありがとうございました。ある種正直言うていいかな、やっぱ高いんですけど、そんなワトソンとかキャンソンとかとあとはなんだっけな、なんとかっていう紙を使ったりしてますが、そんなに僕自身は大きなアラメ自体を使うことがあんまり日頃なかったんであれですけど、多分使い方によっては少し拭き取ったりとか、紙自体が少し頑丈のような気がして、そういう扱いとかには適しているかもしれませんが、そこまで大きな差を感じなかったのは私だけですかね。ちょっとこれ言うてまずいいよね、本音ですから。でも多分すごくザクッと描いたりするような絵とかには向いてるような気もします。だからその紙の用途なんていうのはそれぞれ、いろいろ試されて、自分に合う紙というのを探してみられてはどうかなというふうに思います。こういう基本的なものもしっかり見て、この時こういうことしてるな、ああしてるな、もし解説の中で言ってなかったもそれが分かるようになってくると、おそらく自分の制作とかに写真を見ながら描くということで、どういう絵作りをするのかということが理解できるようになってくると思いますので、ぜひ頑張ってください。ではチャンネル登録よろしくね。SNS もやっているよ。